こんにちは、斉藤直樹です。今回は絵柄のパクリ問題についてですね。結構ね、絵柄のパクリ問題については悩んでいる人が多くて、多くの質問が寄せられているんですが、リスナーさんの質問を紹介しつつお答えしていければと思っております。エリンギさんからの質問です。こんにちは。直樹先生の配信を見てイラストの勉強をしているものです。たびたび話題に上がるような内容なので、直樹先生はこちらの動画を参照くださいとなることを承知の上で質問させてください。今話題になっている絵柄パクというものについてです。質問したいことは、誰かに似ていると指摘された場合に絵柄は変えるべきなのかということです。自己紹介からさせていただくと、自分は二次創作のイラストを中心に活動しており、数万のフォロワーがいるものです。企業案件を受けるような活動はしておりません。自分は趣味でイラストを描いて Twitter に投稿しているのですが、〇〇さんに似ているね、〇〇さんのパクリじゃんと言われた経験から、イラストを描くたびにこれはその〇〇さんに似てないよなと頭をよぎり、楽しく描くことができない状態で、完成しても載せた時にまた言われるんじゃないだろうかと不安を常に抱えている状態です。また似ていると指摘されたなら、意識していなかったとしても、参考にしていなかったとしても、似ていることは紛れもない事実だから真摯に受け止め変える努力をすべきだというツイートを見かけました。絵柄はたとえ誰かの猿真似だったとしても、徐々にこの描き方がいいかもということの繰り返しで、ゆっくり時間をかけて変化していくものだと考えておりました。絵柄の話は賛否両論であり、自分のこの質問に対しても賛同の声もあれば非難の声もあると思いますが、お時間をいただけるのであれば先生の考えを改めてお聞かせください。長く拙い文章ですみませんが、よろしくお願いしますとのことです。すべてのクリエイティブは基本的にパクリである。はい。まずお伝えしたいことはですね、絵のみならず、すべてのクリエイティブ、漫画だろうと映画だろうと、一枚のイラストだろうと、電化製品だろうとなんだろうと、この世のすべてのものって基本的にはね、もうパクリなんだと思うんですよ。それより前にですね、優れた商品、作品があって、うおー、これすごいって感動して、で、その感動した人が、よし、自分もこういうの作ってやろうってインスパイアされて、それでその人なりの似たものを作ってみるっていうのが、クリエイトの基本だと思います。なので、すべてのクリエイターの出発点はパクリなんです。はい、そこはね、一応押さえておかなければいけないと思います。ここまで聞いてね、すでに、おいおい、直樹、それはさすがに極論だろうってね、不安になってしまった人もいると思うんですが、はい、わかります。ここからね、少しずつ丁寧に解説していきますね。許してください。で、すべてのクリエイティブはパクリである。この認識はね、もう間違いないと思うんですが、でもね、そうは言っても、これはパクリだって非難されるものもあれば、非難されずに、これは素晴らしいって称賛されるものもあるじゃないですか。その違いは何なのかっていうと、いろいろとね、言い方はありますよ。あるんですが、僕なりに結論を一言で言っちゃうと、パクリだと非難されても続けたかどうか、じゃないかなと思うんですよね。というのも、今世の中で認められているものでも、発表当時には、これパクリじゃんって指摘されていたものって結構あるんですよ。具体的にね、タイトルを挙げると、ちょっと角が立ちそうなので言いませんが、僕ですね、昔漫画雑誌を見ていて、結構ね、驚いたことがあったんですよ。連載が始まった当初、めちゃくちゃですね、スラムダンクの井上武彦先生の絵柄に似ていた作品があったんですね。これもろに井上先生じゃんって結構びっくりしました。これいいんだって。漫画のね、内容はバスケ漫画じゃ全然ないんですが、絵柄がね、完璧に井上先生なんですよ。もろじゃんっていう。でもその方ですね、どんどん連載を続けていったら、確かにね、源流は井上武彦先生だってわかるんですが、その方の味が次第に増していってですね、もはや誰も井上先生のパクリじゃんとは突っ込めないぐらいのオリジナリティを確立していきました。そんな例もありますし、漫画じゃなくてゲームとかでもね、これは大人気のオープンワールド RPG なんですが、発表された瞬間のそのゲームは、最初絵柄パクリを指摘されまくってたんですよ。よくあるね、トレス疑惑とかですね、このキャラはこのキャラのトレスみたいに。でもそのゲームですね、続けていくごとに、どんどんキャラクターやストーリーにオリジナリティが増していって、今はものすごく大人気のゲームになっています。なので今は誰もですね、発表当初のパクリ疑惑なんて覚えてないんですね。そういう実例もあります。それにですね、他ならぬ僕も出発点はやっぱりパクリだったんですよ。これは何度か言ってるので
で知っている人もいると思うんですが、今の僕の絵柄の源流は、イラストレーターの牛さんという方の絵柄を丸パクリするところから出発しています。牛さんの絵柄を見た瞬間にですね、もう好きすぎて、というか好きを通り越してですね、これ俺の絵じゃんって思ってしまったんですよ。それでね、半ば弟子入りするみたいな感じで、当時牛さんが率いていたゲームのプロジェクトに配属してもらってですね、で、数年かけて牛さんの絵柄を学ばせてもらったんですね。で、最初は完全にもうパクリだったので、僕の絵を発表しても、当時の2チャンネルではものすごく酷評されました。こんな牛さんのパクリ絵師に絵描かせんなよ。俺の絵の方がうめえよとか言われて、かなりバッシング受けたんですね、僕。中にはですね、俺の絵の方がうまいっていうことを証明するために、この絵のここを直したら良くなる、みたいな感じで、一部修正されて、ビフォーアフターを見比べる自負アニメ、みたいなのを作られる始末です。実際はね、それを指摘している人はただの下手くそだったので、見当違いな修正を重ねただけの自負アニメだったんですけど、そんな指摘をされたこと自体にはね、結構心に来た記憶があります。質問者さんもこういうことを味わったのか、もしくは実際に味わってないんだけど、そういうことを何度か目撃して、自分に置き換えて想像しちゃったりもしたんだと思うんですが、僕もですね、今話したように、実際にね、このパクリ絵師がよって非難されていた時期、確実にあります。でね、パクっている本人目線で言うんですが、パクリってね、こう突っ込む側からしたら、このパクってる本人は完全に悪意の塊みたいに、泥棒みたいに指摘することが多いんですが、こうパクってる側からするとですね、そんなつもりは毛頭ないんですよ。もう本当にね、その絵柄に浸水して、僕もこんな魅力的な絵柄が描けたらってね、そういうリスペクトの気持ちで、弟子入りするような気持ちでね、その絵を描いているわけなんで、それもあってね、パクリって突っ込まれると心から傷ついちゃうわけです。いやもうパクリなのは100も承知だよ。だってこっちは分かってて真似してるんだから。でもそれがダメって言われると、今は心からいいって思えるような絵柄がもうこれしかないんだよ。もうどうしたらいいんだよって。僕もですね、その当時はまさに質問者さんと同じような気持ちだったと思います。絵は描きたいんだけど、描いたら描いたで、パクリとか、あとは介護官とかね、言われるのが怖くて、発表するの怖いなみたいな気持ちだったと思います。パクリがダメな理由。で、話は途中なんですけど、ここで一度、パクリがなぜダメなのかっていう理由について考えてみようと思います。僕が思うパクリがダメな理由。なぜ非難されるべきなのかというと、一言で言うと、努力せずに相手のものを盗む行為だから、これに尽きると思います。誰かがね、苦労して開発したものなのに、その上積みだけかっさらってってね、その人が利益、あるいは賞賛を受けていたら、あいつ何なんだよってね、それはパクられた本人はもとより、周りで見ている人もちょっとこう、ムカつくじゃないですか。それにね、そういった盗人のような行為を許していたら、誰も苦労して新たなものを作ろうっていう気も起こらなくなってしまうので、それは全体の発展のためにはよくありませんよね。なので、そういうことを防止するために、特許法だったり、著作権法だったり、そういう盗人のような輩から、ある程度の部分を保護しよう。そういうことで法律によってね、ひどいパクリ行為については規制されています。ただですね、法律も全ては保護してはいないんですよ。例えばですね、絵で言うとまさに、絵柄って法律で保護されてはいません。なので、絵柄が似ていたとしてもですね、そこに特許とか著作権みたいなのは認められていないので、絵柄が似ている。これは著作権違反だ。罰金とはならないんですよ。なぜかって言ったら、そこを完璧に規制してしまうと、それはそれで全体の発展の邪魔になってしまうからです。例えばね、こういう目の描き方は、この人の特許なので、他の人は同じように描いちゃいけませんとか言ってしまったら、どんどんね、描ける絵柄が狭まっていってしまうじゃないですか。絵を描いたらね、誰かの著作権に引っかかってしまうみたいな、そういう地獄みたいな状態になってしまいますよね。そしたらね、誰も絵を描こうっていう人が現れなくなってしまって、絵の世界がこうしぼんでいってしまいますね。はい。発展の邪魔になってしまいます。でも、今はそうなってませんね。むしろ逆に絵の世界はどんどん発展を遂げています。だって僕が中学生、高校生の時とは比べ物にならないぐらい、今の中高生は信じられないぐらいに絵が上手くなっています。なぜそうなっているのか。これは別にですね、今の人たちが総じて昔の人よりも能力が高くなっているっていうわけじゃありません。それは間違いなく程よくパクリが許されているからでしょう。先人たちが築いてきた知識や絵柄、それらをちょっと言い方
方は悪いですが、パクることによって、その上にですね、自分の努力を乗せることができます。インターネットの普及によって、世界中のクリエイターの優れた技術を簡単にパクることができるようになったのも大きいですね。それによって、一から車輪を再発明することなく、絵を発展させることができるようになっているわけです。人間の強みってね、まさにこれで、誰かが発明した素晴らしいものがベースにあって、その上に自分のものをどんどん積み重ねていき、どんどんと発展させていくことができる。そういう連鎖にこそ人間の強みはあると思います。そう考えると僕はですね、パクリには良いパクリと悪いパクリがあると思います。悪いパクリはね、言うまでもなく、ただ単純に他人の努力に対するリスペクトもへったくれもなく、上積みだけをかっさらっていくようにして、利益だけを貪るような、そういう盗っ人みたいなパクリですね。で、良いパクリは今言ったように、先人たちの優れた部分は取り入れつつも、その上に自分のオリジナリティを乗っけていって、さらにその文化の発展とか、商品の発展に貢献するようなパクリ方だと思います。細かいことをね、突っ込んでいったら色々あると思いますが、パクリというものに関しての僕の考え方は、基本的にはこのような考え方です。たくさん書くしかない。で、良いパクリと悪いパクリがあると言いました。基本の基本としてはね、この考え方、そんなにね、間違ってはないと思うんですが、ただね、じゃあその基準において、今あるものをスパッと、いい悪いで真ん中で分けられるかっていうと、僕はね、そんなことはないと思うんですよ。これは良いパクリ。これは悪いパクリ。それはもう結果論でしかありません。というのはさっきも言ったように、今、世の中では受け入れられているものでも、最初の最初はね、これもどう見ても丸パクリじゃん。絶対悪い方のパクリ方でしょ。っていう風に世の中から非難されていたものも結構あると思うんですよ。みんなにですね、それが悪いパクリじゃなく良いものだって受け入れられるには、パクったものの上に自分のオリジナリティをどのぐらい多く乗せられたかにかかってくると思います。はい。思うんですが、だからといってね、最初からもうドーンとたくさんのオリジナリティを乗っけられる人なんて、あんまりいないと思うんですね。大概の人はね、どう見ても最初はもう丸パクリなんだけど、そこにね、こう徐々に少しずつね、オリジナリティを乗っけていって、で、続けていくうちに、これはもう君のオリジナルって言っていいかもねっていうぐらい、何年もかけて築き上げてきたものだと思うんですよ。他ならぬ僕もですね、最初は牛さんの丸パクリでしたが、このパクリ野郎がもうこいつに欠かせんなとか最初は罵倒されながらもですね、それでもやめずにずっと描き続けていたら、数年後にね、ツイッターで絵を発表したところ、斉藤さんの絵柄って独特ですよね。すぐわかります。とかって言われるようになりました。おそらくですが、ずっと描き続けてきたおかげで、牛さんというベースの上に乗せていった自分のオリジナリティの部分がある程度溜まっていて、で、その結果ね、もうこれは君のオリジナルだねってね、やっと客観的に見てそういう印象になったっていうことなんだと思います。つまりですね、僕が質問者さんのエリンギさんをはじめ、自分の絵柄はパクリだって言われるんじゃないかと怯えている人に対して言えることはもうただ一つです。あなたの絵はもうそもそもパクリです。それはね、もう認めてください。だってね、もう絵なんてパクリからしか始めようがないんだから、それはもう仕方ないです。それを認めた上で、たくさん描き続けてください。その過程でね、このパクリ野郎がって言われることはね、あります。そりゃそうです。だって実際パクリなんだから。それにね、他人だけじゃなく、自分自身の心のツッコミとしても、俺はこの人の絵をパクってる。辛い。そんな風に感じてしまう瞬間。いや、瞬間じゃないですね。まともな人ならずっとそれを思ってしまって、起きている間中辛いかもしれません。でもね、それも仕方ないです。だってね、もうそういう世界を進んでいくことを、あなたは選んでしまったわけですから。でもね、それでも描き続けてください。俺が描いているのはパクリだ。パクリだけど、このパクリの上に俺のオリジナルの何かをどんどん積み重ねていくぞ。俺じゃないと生み出せない何かをどんどん乗せていくぞ。そんな風にしてこう描き続けているとですね、いつかオリジナルの部分のインパクトが強くなって、周囲から見ていてもですね、すごい、これはあなたのオリジナルですねって言われる日が来ると思います。はい、間違いなく来ます。書き続けていればね、人によってはね、ちょっとそこでいい気になってしまって、で、先人たちへのリスペクトがなくなってしまってね、これは完全に俺のオリジナルだ、俺の絵をパクるんじゃねえとかって息巻いちゃう人がいるんですが、いや、あなたもパクりましたよね。あなたはパクったくせに、あなたはそれを後輩に繋いでいかないんですか？何なんですかってね、僕は突っ込みたくなっちゃうんですが、
それはそれでいいです。そういう方もいるので、ちょっと注意は必要かもしれないんですが、基本的には間違ったこと言ってないと思います。あなたがね、もう心から、これいいなって思ったんだとしたら、それに影響されて、どんどんパクってください。で、その上に、どんどん自分のオリジナルを乗っけていってください。はい。もちろんね、僕の絵もパクっていいです。ただね、法律に違反するようなパクり方があったら、それはもちろん訴えますが、どんどん自分のオリジナルを乗っけていく。ここを意識すれば、基本的には大丈夫だと思います。そこだけ注意しつつ、頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？はい。最後ですね、法律に違反するような悪いパクリと言いましたが、それどんなパクリって最後の最後で不安になってしまった人がいるかもしれません。そう思った方はこちら、弁護士に聞く、この絵、トレパクですか？をご覧ください。実際に弁護士さんに、これは OK？ これはアウト？ってですね、絵柄のパクリの実例を挙げつつ、どういうのが訴えられるのかを確認していった動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。